あなたは資産1億円という言葉を聞いて、どんな光景を脳裏に描きますか？タワーマンションの最上階で毎晩のようにパーティーを開き、ガレージにはフェラーリやランボルギーニが並び、全身をハイブランドで固めてシャンパンを開ける。そんな映画やドラマで見るようなきらびやかな世界を想像しませんでしたか？もしあなたが本気で資産形成を目指しているなら、今すぐにその派手な幻想を捨ててください。なぜなら、それは人間の脳が作り出した認知バイアス、思い込みに過ぎないからです。心理学に利用可能性ヒューリスティックという言葉があります。人はテレビや SNS でよく見る目立つ情報だけを拾って、それが世界の真実だと思い込んでしまう習性があります。派手な成金は目立つから記憶に残ります。しかし、資産1億円を持つ本物の富裕層たちは、あなたのすぐ隣を歩いています。あなたが毎日乗っている満員電車の中に、スーパーの半額シールの列に、ヨレウレの T シャツを着て、普通の顔をして、透明人間のように紛れ込んでいます。彼らは目立ちません。しかし、その頭の中とお財布の中身は、一般の人とは決定的に構造が違います。彼らは、あるものには1円たりとも使いませんが、あるものには数百万円を顔色一つ変えずに側近で支払います。今日、私はあなたを、決して表には出てこない、本物の富裕層のリアルへご案内します。そこには、皆さんが憧れるような夢のような幸福はありません。むしろ、行動経済学が証明する残酷な幸福の限界が待ち受けています。しかし、この動画を見終わる頃には、あなたはお金というものの正体を骨の髄まで理解し、なぜ自分が資産形成をするのか、その本当の意味を見つけ出しているはずです。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。さて、まずは定義を確認しておきましょう。野村総合研究所の分類によれば、純金融資産1億円以上、5億円未満を富裕層と呼びます。この割合は近年の株高の影響もあり、日本全体の約 3.5% 程度まで増えています。クラスに30人から40人いたら1人はいる計算です。どうでしょうか？意外と手の届く範囲にいると思いませんか？多くの人が1億円あれば一生遊んで暮らせると勘違いしています。しかし、冷静に計算してみてください。今の日本の物価上昇と税金を考えれば、1億円は生涯遊べる金額ではありません。生涯、普通の生活なら不安なく送れる金額。というのが、2026年現在の冷徹な真実です。では、そんな彼らは一体何にお金を使っているのでしょうか。ここから1億円の世界で起きる3つの逆説、パラドックスについてお話しします。これを知れば、あなたのお金持ち像は音を立てて崩れ去るでしょう。逆説その1、消費の逆説、見栄は捨て、命を買う。一般の人が一番誤解しているのがここです。お金持ちは高級品が好きなんでしょう。ユニクロを着ているのはただのケチなんでしょう。いいえ、違います。彼らはケチなのではありません。進化心理学的に極めて合理的な行動をとっているのです。人がブランド品や高級車を欲しがる理由。それは生物学でいうシグナリング、信号発信です。クジャクが羽を広げるのと同じで、俺はこれだけのリソースを持っているぞ、と周囲にアピールし、群れの中での優位性や異性への魅力を高めるための本能行動です。しかし、本物の富裕層は、すでに十分なリソースと揺るぎない自信を持っています。だから、わざわざ高いお金を払ってまで他人にアピールする必要がないのです。ノーアルタカは爪を隠すと言いますが、彼らにとってブランドロゴは自身のなさを隠すための鎧に見えているのです。その代わり、彼らが糸目をつけずに巨悪を投じる場所があります。それは自分と家族の
命と健康です。具体的な例を挙げましょう。まず、歯です。本物の富裕層で、歯が汚い人はいません。彼らは、インプラントや矯正、定期的なメンテナンスに、平気で100万円、200万円をキャッシュで払います。なぜか、行動経済学における損失回避性が働くからです。人は何かを得る喜びよりも失う痛みを2倍強く感じると言われています。彼らは知っています。一度失った天然の歯や健康は、どんなに大金を積んでも完全には取り戻せないことを。だから、ブランド物のバッグ、代替可能なものには1円も使いませんが、自分の肉体、代替不可能な資産には惜しみなく投資します。ユニクロを着て、片落ちのスマホを持ちながら、口の中には高級車1台分のインプラントが入っている。これが本物の富裕層のグロテスクなまでの合理性なのです。次に、睡眠環境です。100万円のベッド、オーダーメイドの枕、空調管理システム。ここにも巨額を投じます。人生の3分の1を占める睡眠の質を高めることは、起きている時間のパフォーマンスを最大化する最強の手段だと知っているからです。そして、予防医療です。保険適用の3000円の健康診断ではありません。数十万円する人間ドック、がん検診、遺伝子検査を自費で受けます。病気になってから治療するのではなく、病気にならないために先にお金を払う。これが富裕層の生存戦略です。いかがでしょうか。彼らのお金の使い方は、他人へのアピール、消費ではなく、自分へのメンテナンス、投資に特化しているのです。逆説、その2。人間関係の逆説。お金は人を孤独にする。あなたは、お金持ちになれば、たくさんの友人に囲まれて人気者になれる。そんな風に思っていませんか。実は、現実は真逆です。資産が増えれば増えるほど、人は孤独になっていきます。なぜなら、資産1億円を超えたあたりから、周囲の人間の目が変わるからです。あなたが成功したと知った瞬間、音信不通だった同級生から連絡が来ます。久しぶり、今度ご飯行かない。親戚から電話が来ます。実は、家のリフォームでお金が足りなくて、銀行や証券会社からは、毎日のように営業の電話がかかってきます。特別な案件がございます。彼らは、あなたを見ているのではありません。あなたの後ろにある1億円を見ているのです。いわば、お金の匂いに群がるハエのようなものです。これを感じ取った富裕層は、どうなると思いますか。心理学でいう基本的信頼感が揺らぎます。この人は、本当に僕のことが好きなのか、それともお金が目当てなのか、すべての笑顔が疑わしく見えてくるのです。その結果、彼らは人間関係を極端に絞り込みます。お金の話をしても引かない、同じレベルの資産を持つ友人、あるいは自分が何者でもなかった頃から懸命に支えてくれている数少ない親友。このごく少数の信頼できる人としか付き合わなくなります。だから富裕層は華やかなパーティーよりも看板のない個室のレストランでの密会を好みます。そこで語られるのは自慢話ではありません。お互いの悩みや健康の話、子供の教育の話、外の世界では話せない本音を静かに語り合うのです。お金を持てば持つほど心の許せる人は減っていく。この孤独を受け入れる覚悟がなければ、1億円という重みに押しつぶされてしまうかもしれません。逆説、その3。幸福度の逆説。幸せは頭打ちになる。これが最も残酷な真実かもしれません。ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの研究によれば、年収がある一定ラインを超えると、人の幸福度はそれ以上上がらなくなります。インフレの今は1000万円前後と言われていますが、本質は同じです。これを経済学で限界効用低減の法則と呼びます。喉が渇いた時に飲む最初の一杯のビール。
これは最高に美味しいですよね。でも、2杯目、3杯目と飲むにつれて、感動は薄れていきます。お金もこれと同じです。資産100万円が200万円になった時の喜びは爆発的です。しかし、9900万円が1億円になっても、こんなもんか、という乾いた感情しか湧いてきません。さらに恐ろしいのは、ヘドニックとレッドミルという現象です。行動経済学が明らかにした人間の悲しいさがですが、人はどんな贅沢にもすぐに慣れてしまいます。最初は感動したタワーマンションの夜景も3日でただの背景になります。高級寿司も毎週食べればただのタンパク質の塊になります。走っても走っても景色が変わらないランニングマシンのように、より強い刺激を求めても幸福度はすぐに元のレベルに戻ってしまうのです。本物の富裕層はこの穴に気づいています。だからこそ彼らは気づいてしまうのです。100万円のワインを飲む喜びよりも、運動した後に飲むコンビニの100円のコーヒーの美味しさの方が生物としての幸福度は高いんじゃないか。1億円あってもコンビニコーヒー以上の幸せはそうそう手に入らない。この幸せの限界を知ってしまった時の虚無感、これこそが富裕層だけが知る残酷な真実なのです。ここまで聞いてあなたはこう思ったかもしれません。なんだ、夢がないな。孤独で幸せの頭打ちなら1億円なんて目指す意味ないじゃないか。いいえ、そんなことはありません。私はそれでもなおあなたに資産1億円、あるいはそれに準ずるアッパーマッソー3000万から5000万を目指してほしいと心から思っています。なぜか、それは贅沢をするためではありません。嫌なことをしなくて済む自由を手に入れるためです。これこそが1億円がもたらす最大の配当です。欧米ではこれを少し強い言葉ですがこう呼びます。FU マネー。日本語にするなら会社にノーと言えるマネーです。嫌な上司に理不尽な命令をされたとき、結構ですと言っていつでも辞表を叩きつけられる権利。満員電車に揺られて毎日消耗しなくてもいい権利。嫌いな人と無理して付き合わなくてもいい権利。病気になった時にお金を理由に治療を諦めなくていい権利。お金で幸せを買うことは難しいかもしれません。しかしお金で不幸や理不尽を排除することは確実にできます。選択肢があるという状態。自分の人生の主導権、ハンドルを自分で握っているという感覚。これこそが何者にも代え難い究極の精神安定剤なのです。古代ローマの哲学者セネカはこう言いました。貧しい人とは何も持っていない人のことではない。もっと欲しがる人のことだ。1億円という資産を、あなたを何者かにするためのものではありません。あなたを誰のものでもない、あなた自身に戻すための強力なシールドなのです。だから目指してください。フェラーリに乗るためではなく、誰にも頭を下げずに生きるために。ブランド品を買うためではなく、大切な人を守るために。そのために作る1億円には血が通っています。それはあなたを孤独にするお金ではなく、あなたを自由にするお金になるはずです。最後に、私がこの航海で一番伝えたかったことをお話しします。お金はあくまでツール、道具です。ハンマーやドライバーと同じです。家を建てるためには必要ですが、ハンマーそのものを集めても幸せにはなれません。資産1億円は一つの山の頂上かもしれません。しかし、登ってみて初めてわかることがあります。なんだ、景色は麓とそんなに変わらないな。でも、空気は澄んでいて気持ちがいいな。その程度のものです。過度な期待はしないでください。でも、その澄んだ空気を吸うために、登る価値は十分にあります。大切なのは、1億円貯めること自体ではなく、その過程で身につけた、欲望をコントロールする自制心、長期的な視点で物事を考える思考力、
そして自分にとって何が大切かを見極める選球眼です。これさえあれば、たとえ資産が1億円なくても、あなたは十分に豊かで幸せな人生を送れるはずです。今日から少し視点を変えてみてください。お金持ちになりたいではなく、自由な人間になりたいと。そして自分に問いかけてみてください。私が本当に守りたいものは何か。見栄のために使っているお金はないか。その答えが見つかったとき、あなたはもうマインドにおいては立派な富裕層の仲間入りをしています。今日のお話を聞いて、お金持ちのイメージが変わった。自分の幸せについて考えさせられた。そう感じていただけた方は、ぜひ高評価ボタンを押して教えてください。皆さんの反応が私の羅針盤になります。また、コメント欄で、私にとっての F マネーはいくらです。お金で買えない。私の幸せはこれです。といったあなたなりの価値観をぜひシェアしてください。正解はありません。あなたの答えが他の誰かの気づきになります。このチャンネルではこれからも単なる数字遊びではない、人生を豊かにするための生きたお金の哲学を発信していきます。まだの方はぜひチャンネル登録をして、私と一緒に賢くしたたかにお金と自由の航路を進んでいきましょう。お金は主人にしてはいけません。最高の召使いにしましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。